はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日は無限キャンバスのノートアプリを使ってこういう日本史のノートを作っていきたいと思います。徳川将軍の一覧をですね、表にして書きながらですね、機能の紹介なんかをしていきたいと思います。で、今回はワンノートっていうノートアプリを使ってやっていくんですけど、他のアプリと違ってこのね、無限キャンバスっていうノートに端っこがないっていう面白い機能があります。で、本当に多機能でいろんなことができるんですけど、無料アプリなんですね。なので、使ったことない人はぜひダウンロードして触ってみる価値はあると思います。で、本当にたくさん機能があって、ちょっと初め、戸惑う感じの UI になってるんですけど、しばらく使ってると結構慣れてくるので、ぜひ使ってみてください。で、もう少し細かい機能の紹介だったりとか、フルチュートリアルっていうのは、ちょっと前に、このワンノートのフルチュートリアル動画っていうのを出してるので、一回それ見てからこっちの動画見てもらった方がいいかもしれないですね。概要欄の方にその動画のリンク載っけておきます。はい、ということで、歴史の勉強と iPad の勉強を同時に進めていきます。最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあまずはじめワンノート立ち上げたらページを一つ作ってください。で、作ったらですね、タイトル入力していきます。この上のところにタイトル入力すると自動的にこの左のサイドバーの方にも入力されるような形になってます。で、タイトル入力できたらこの白いキャンバスにどんどん文字を埋めていくんですけど、上のところにタブがあって、今回はですね、描画っていうところを主に使っていきます。で、この描画のところでブラシとか、あと消しゴムとか投げ縄ツールっていうのを使うことができるので、ここをオンにした状態で書いていきます。で、今回はですね、日本史のノートを書いていくので、上から下に時系列になるように年代別に書いていく感じになります。で、このワンノートは無限キャンバスのノートアプリなんで、ずーっと下にスクロールしていってもずっとノートが続くような感じになるので、ひたすらこの時系列をですね、埋めていくっていう形でやっていきます。で、徳川将軍の一覧を今日はノートにしていきたいなと思っていて、徳川家康、秀忠、家光みたいな感じで順番に書いていこうと思うんですけど、普通に文字だけ書いてるとなかなか覚えられないと思うので、画像を貼り付けていきます。で、今右側にサファリを私立ち上げました。で、徳川将軍ってウィキペディアで調べてもらったらこんな感じで画像が出てくるので、それをドラッグ&ドロップすると、ワンノートの方に貼り付けることができます。で、こんな感じで後からサイズ変形とか位置を変えたりすることもできるので、こんな感じで好きなポジションに貼り付けれたら、どんどん次の画像も貼り付けていきます。次2代将軍、3代将軍という感じでですね、どんどんドラッグ&ドロップしていってください。で、複数枚の画像を一気に貼り付けたいときは、1本指でですね、こうやって1個だけ選択した状態で、もう1個の指で違う画像をポン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 ってタッチしていきます。で、そうするとこんな感じで複数枚の画像を一気に選択して違うところに移動させるっていうことができます。で、こんな感じで投げ縄ツールで選択して一気に小さくすることもできますね。もう一回複数選択やっておきます。1本指で選択して、もう1個の指で複数枚ポンポンポンって押して、でドラッグして手を離すと、複数選択の移動になります。で、これはサファリとか今使ってるワンノートだけじゃなくって、他のアプリですね、写真アプリだったりとか動画編集のアプリでもこの複数選択っていうのはできるので、ぜひこの機能を覚えておくといいと思います。で、こっからですね、左側のところに徳川将軍の名前を書いていきます。家康とか秀忠、家光、家綱とかですね、どんどん書いていきます。で、これ私ウィキで調べて書いてたんですけど、全然漢字が読めなくてちょっとびっくりしましたね。皆さんこれ全部読めますか？私これ読めたの3つぐらいで他全然読めなかったんですけど、ちょっと自分の漢字の読めなささに引いたんですけど、面白いので皆さんぜひやってみてください。ウィキで調べて振り仮名なしでどれだけ読めるかっていうのね、結構面白いのでやってみてください。で、名前書けたんで、次右側の方に年代とあと出来事を書いていきたいと思います。
で、図形ツールっていうのがあるので、この図形ツールのところから直線ツールっていうのを取ってください。で、そうするとこう上から下にギュッて引っ張るだけで綺麗な線を描くことができます。で、この右側の方に年代と出来事を書いていくんですけど、基本的に上から下に年代がどんどん積み重なっていくっていう形で、左から右ですね、横軸にその彼らがやったことを書いていきます。例えばこの一番上だったら、徳川家康がやったこと、出来事だったりとかを右にずっと流れていくっていうような形にしていきます。で、だいぶ書けたんでハイライトも入れていきましょう。ハイライトは上のツールパネルのところにハイライト機能があるので、これで色と、あとブラシのサイズですね、を選択して重要なところだけをですね、こうやってアンダーライン引いていきます。で、今年代と出来事を書いたんですけど、そのさらに右側にちょっとメモっていう形で、補足的に言葉を入れていきます。例えばこの徳川家康の性格だったりとか、奥さんは誰だったかとか、そういう細かいことですね。そういうもうちょっと書き足したいところをメモっていうところに書いていきます。で、このメモが終わったら、さらに右側に参考資料っていう項目を作っていきます。で、このワンノートはですね、この一つのノートの中に PDF とかを埋め込むことができるんですね。で、PDF だけじゃなくって、Word とか Excel のデータとか、あとリンクとか、いろんなものをこのノートの中にいろいろ詰め込むことができます。で、詳しいやり方はちょっと1個前の動画を見てほしいんですけど、PDF を今回はここの中に入れ込んでいきます。で、上のタブのところを見てもらうと、挿入タブっていうのがあるので、ここを選択して、その中に PDF っていうボタンがあります。これを押していきます。で、そうすると、こんな感じでファイルアプリが立ち上がって、自分の好きな PDF を選択することができるので、ここで、例えば、この徳川将軍に関する PDF とかを持ってたら貼り付けていきます。で、そうすると、今ね、この貼り付けた瞬間、下の方に貼り付けられてるんですよ。こんな感じで。で、下にページも見れてますね。で、これを移動させていくんですけど、ちょっとこの画面のプレビューはいらないので、画像を選択した上で、印刷プレビューの削除っていうボタンを押してください。そうするとこのアイコンだけになるので、このアイコン選択して、こうやって上のところにですね、さっきのところに持っていきます。ちょっと画面がちっちゃいので見にくくて申し訳ないんですけど、こんな感じで、自分の任意のところにこのアイコンを持っていくことができます。で、貼り付けた PDF はですね、こんな感じでボタンをタッチすると、プレビューっていうのが出てくるので、そうするとこの PDF を見ることができます。これすごいですよね。ノートの中から PDF にアクセスして、それを見ることができるという感じで、こんな感じでポチポチ貼っていくと、一覧で見た時に後から見返しやすくなるので、ぜひこの機能は覚えていただけるといいと思います。で、あとはですね、リンクとかも貼り付けれますね。リンクっていうのはサファリで URL コピーして、ここにペーストしておくと、その URL がノートに貼り付けることもできるので、後からこうね、アクセスするのがすごく便利になります。で、あとはステッカーとかもつけることができます。ステッカーはなんかちょっとしたアテンションをつけたい時に使うといいと思います。ここ後で見返してねみたいな感じで、こういうステッカーをつけておくと目に留まるので、これも活用してもらえればいいと思います。結構面白いステッカーがたくさんあるのでね、見てるだけでも面白いです。で、あとはリサーチツールっていうのをちょっと最後紹介します。一番右側のところにリサーチツールっていうのがあるので、ここを選択して、例えばここに検索をかけます。
徳川将軍みたいな感じで検索すると、さっきサファリで立ち上げた時と同じような感じで Wikipedia とかが、検索でヒットがかかります。でそこに載ってる参考資料だったりとか画像とかをこうやってドラッグしたりとかプラスボタンを押すとこのノートの中に貼り付けることができるので、サファリの方からドラッグ&ドロップしてもいいですし、このワンノートの方からリサーチツール選択してそこから画像を貼り付けるっていうやり方、どっちでやってもらっても大丈夫だと思います。やりやすい方法でやってもらったらいいんですけど、できるだけ画像とかねたくさん配置した方が私は覚えやすいなっていう風に思います。やっぱり文字だけで覚えるよりもこうやって写真とかイラストとかが入ってる方が頭に残りやすいなって私は思うので、こういうのを活用していただければいいんじゃないかなと思います。でこんな感じで画像とか文字とかをたくさん書いて完成になるんですけど、今回はですねこの徳川将軍の特に目立った人たちだけを書いたので、ざっくりにはなるんですけど、それでもこんな感じですごい長い、ノートになります。でもっともっと横にも広げていけると思うので、この辺はやりやすいやり方でやってください。で最後ちょっと書き出しを、紹介しておきます。書き出しするときは右上に書き出しボタンがあるのでそこを押します。でそうするといくつか項目出てくるんですけど、今回は一番下ページのコピーを送信で、別のアプリで起動するっていうのを選択してください。でそうするとこのノート PDF をですね違うアプリで開くことができるので、今回はアクロバットで開いていきます。 Adobe のソフトですね。アクロバットに読み込みを押すとこんな感じで、アクロバット上で開くことができます。アクロバットって基本的に PDF を扱うアプリなんですけど、こういうところに貯めておくのもいいと思います。ただこのアクロバットの方に行ってしまうと一番右側に貼り付けてるアイコンの PDF のアイコンのやつですね、あれタッチしても開けなかったので、そのノートの中の PDF を開きたいなって思ったらワンノート上で、管理する必要があります。他のアプリに行ってしまうとこういうところはですねリンクがもう解除されているというかもう消えちゃってるので、そこはちょっと注意しておいてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。いかがだったでしょうか。普通のノートアプリで書くとどんどんページがね分かれていってしまうとなかなか頭に入ってこない感覚が私あったんですけど、こうやって1ページ上に全部貼り付けたりとか書けたりとかするとすごくね書いてても頭に入ってくる感覚がありました。ぜひこういう歴史のノートとか作ってみたい人はぜひこの無限キャンバスのワンノートでやってみてください。で画像とかをたくさん貼り付けたノートを作りたいっていう時にも結構いいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、私のチャンネルではこんな感じで iPad を使ったノートアプリの使い方とかイラストの描き方とかを紹介しているので、チャンネル登録まだの人はぜひお願いします。でオンラインサロンもやってます。オンラインコミュニティの iPadMate っていうのをやっててですね、iPad に特化したオンラインコミュニティなんですけど、何でも質問コーナーだったりとか週1のライブ配信とかいろんなコンテンツを詰めて iPad に特化したオンラインコミュニティをやってますので、ぜひ興味ある人はそれもですね概要欄の方のリンクから見てもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。